はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今日のお題は AI に長い文章を読ませると前の方を忘れていくあの問題です。それを作り直した論文を Google リサーチを中心にしたチームが2月に出しました。画面に出ているのがその1枚目の図です。立方体が並んでて右端の1個だけ赤い。これ忘れないための仕掛けなんですか？そうです。 AI が読んだ内容をどこにどう置いておくかの図です。結論を先に言うと、今使われている2つのやり方は1つのつまみの両端でした。両端、つまみがあったんですか？左1杯に回すと今の RNN、右1杯に回すとトランスフォーマーのアテンション、その間を刻みの数という1本の軸で並べ直したという話です。長い文章を忘れずに、しかも軽く読むにはどこに合わせればいいのか、そこまで見ます。空いてたってそんなに大事なんですか？実害から見せます。16000と億。英語でおよそ12000語分の文章に合言葉を一つ隠して後で探させるテストがあります。トランスフォーマーは 79.8%、決まった大きさの記憶しか持たない方は 44.0% でした。半分ちょっとしか見つけられない。読んだはずなのに。その 44.0% が今日の仕組みを足すと 82.4% になります。トランスフォーマーを追い越します。どうしてそうなるのかを順番に見ていきましょう。左がトランスフォーマーのやり方です。読んだ単語を全部そのまま置いておいて、新しい一語を読むたびにそれまでの全部と照らし合わせ直します。全部100語目なら99回、1000語目なら999回。そうです。だから正確な代わりに文が長くなると計算が急に増えます。右が RNN のやり方で、こちらは箱を一つだけ持ってそこに上書きし続けます。箱一つなら軽装。軽いです。ただ箱の大きさは最後まで変わりません。文が10倍長くなっても詰め込む先は同じ大きさのままです。入りきらない分は古い細かいところから残りにくくなります。さっきの 44.0% はその弱点が出た結果と考えられています。ここまでがこの分野の基本的な両極です。待ってください。箱がいっぱいになるならこまめに写真を撮っておけばいいんじゃないですか。ここまで読んだ時点の箱の中身みたいに。それがこの論文のやることです。文章を区切りに分けて、区切りが終わるたびにその時の箱の中身をコピーして取っておきます。後から答えを出すときは今進行中の箱と取っておいたコピー全部に同じ問いを投げます。素直な手ですね。じゃあ話はもう終わり。ここが今日の山です。この素直な足し算には落とし穴があります。上の式が今言った素直な足し算です。赤が今進行中の記憶、青が取っておいた記憶、全部に問いを投げて答えを足しています。はい。あれ、下の式は何をしたんですか？どの項にも同じ問いがかかっているので、それをカッコの外にくくり出しただけです。カッコの中全部足しちゃってる。それって初めから1個の記憶を持ってたのと同じですよね。その通りです。せっかく区切って取っておいたのに、式の形が取っておく前と同じところに戻ってしまいます。せっかく写真を撮ったのに全部重ねて1枚にしちゃった感じだ。成立する条件は2つです。記憶が1枚の行列であること、そして重みをつけずに足すこと。記憶を多層のネットワークにするとまとまりません。それに論文はこの素直な形でも実測では性能が上がったとも書いています。数式では同じ形に戻るのに成績は上がる？遠い過去への通り道が1本増えるので、その分忘れにくくなると説明しています。ただそれだけでは弱い。ここから本題です。さっきの式に橙色の記号を足しました。ガンマと言います。それぞれの記憶にかける重みです。重みがついた。あ、でもこれその単語の分だけならまとめられますよね。いいところです。その単語一つ分ならまとめられます。まとめられないのは前もって1枚にしておいて次の単語でも使い回すことです。重みが単語ごとに変わるので、次の単語では中身の違う1枚がいります。使い回せないのがいいことなんですね。この回に限ってはいいことです。毎回そこから作り直すからこそ、区切りごとの記憶を一つずつ残しておく意味が出ます。その重みってどうやって決まるんですか？今読んでいる単語から作ったベクトルと、その区切りに入っていた単語を平均したもの、この2つの内積です。2つの向きが揃っているほど大きな値になります。内積って要するに似ているかを数字にしたものですよね。はい、ここが設計の芯です。素直に作ると重みは1だけで決まります。近い区切りは濃く、遠い区切りは薄く、図の上の段はそれです。それだと大事な話が最初に書いてあったら薄いまま忘れちゃう。で下の段のように中身の近さで決めます。20ページ前の段落でも今の話と近ければ濃く聞きます。論文はここを実験で確かめています。
上が完成型、真ん中が重みを決めるときに区切りの中身を見ないようにしたもの、下が重みそのものをやめて、ただ足したものです。真ん中、ガクッと落ちてる。中身を見るか見ないかだけで、こんなに違うんだ。この3つは、上の設定から1箇所だけ変えた、それぞれ別の実験です。積み上げて悪くしたものではありません。つまり、区切りを取っておくことより、どう選ぶかの方が効いている。そう読めます。取っておくだけなら、さっき見た通り畳まれてしまいますから。そして、全部の区切りを毎回見るのは重いので、上位いくつかだけ選ぶ班もあります。図の真ん中にあるルーターが、その選ぶ係です。これ、専門家を何人か選んで呼ぶやつと同じ考え方ですか？発想は同じです。違うのは、呼ばれる側が前もって作り置きしてある記憶だという点です。全部の候補に軽い点数をつけて、重い読み出しだけを上位に絞ります。編集は、これで全部ですか？もう一つ、記憶そのものを混ぜてしまう案もあります。答えを出してから足す代わりに、記憶の中身を先に混ぜて、その単語専用の記憶を一つ作る。行列の記憶なら、今見た形と結果が同じになります。記憶が多層の時だけ、別のものになります。ここで、どこで刻むかという設計が出てきます。上が同じ長さで刻んだ場合、下が2のべき上で刻んだ場合です。論文が挙げている、37号刻む例です。下の方が箱の数が少ない。効率は良さそうですね。計算は軽くなります。ただ、こちらの刻み方は、一番古い側を32をまとめて一つの箱に押し込んでいます。古い話ほど、ざっくりした要約しか残りません。それ、さっきの、入りきらない分が消える、に近づいてません？近づきます。実際、長い文章から探す課題では、同じ長さで刻んだ方が良い成績でした。効率と、覚えていられる量の取引になっています。そして、この、いくつに刻むか、がつまみそのものです。刻みを1個にすれば、箱は1つ、元の RNN に戻ります。右いっぱいに回すと、1語ずつを1つの区切りとみなします。過去の単語一つ一つに対して、記憶が1つずつ用意される状態です。それ、さっき見た、全部そのまま置いておく、じゃないですか。そこがこの回の結論です。後で、その端で式がどうなるかを実際に見ます。冒頭の合言葉のテストに戻ります。左が合言葉、右が ID のような意味のない文字列を探す課題です。土台のモデルは左右で違いますが、どちらも同じ仕組みを足しただけで上がりました。左、ほぼ倍になってる。しかも、トランスフォーマー、の棒を超えてます。超えました。ただ右を見てください。こちらは伸びていますが、トランスフォーマーにはまだ届いていません。右の方が伸びしろが小さいんですか？土台が違うので、この2つを並べて難しさは比べられません。ただ、意味のつながりを手がかりにできない相手は、要約して持ち歩く仕組みには不利だろう、とは言えます。探す課題以外は、どうなったんですか？常識や読解を測る8つの課題の平均も上がっています。13億パラメータのモデルでの数字です。派手ではありませんが、8つのうち下がったものは1つもありませんでした。速さも見ておきます。これは学習の時の処理速度で、右へ行くほど文脈が長くなります。灰色がトランスフォーマーです。灰色、最初は一番速いのに、右の方で最下位に落ちてる。短いところではトランスフォーマーの方が速いです。右へ行くほど差が縮まって、一番長いところで順位が入れ替わります。短い分なら、今のままで困らないってことですね。そういうことです。この仕組みが効くのは、長い文脈を扱う時です。では、つまみを右端まで回します。一語を一つの区切りとみなして、記憶を一番単純な形にする。それだけで出てくるのが、この式です。橙色の分数、分子が指数関数で、分母がその合計。これ、ソフトマックス、ですよね。ソフトマックス、です。つまり、今組み立ててきた重み付きの足し算は、端まで行くと、アテンション、そのものの形になります。RNN を強くしようとして作った枠組みの端っこにトランスフォーマーが座ってた。しかも、これは流行りの積み方の説明にもなっています。軽い層の間に、アテンションの層を挟むやり方が広く使われていますが、あの方も、この枠組みで区切りを1語分にした場合と同じ形になります。なんとなく聞くから使われている方に、理由がついたと。論文はそう主張します。そして、そこで止まらなくていい、とも言います。区切りをもっと長くとってもいいし、問い合わせのたびに違う並びを組み立ててもいい。アテンションは、その枠組みの中の一点でしかない、という見方です。ただ、著者たち自身がここに正し書きを添えています。今見た一致は、かなり単純化した形での話です。実際のモデルにある正規化や全結合層まで入れると、表現できることは同じとは限らない、と書いています。骨格は重なるけど、そのまま同じものだとは言っていない。そこまでが論文の言っていることです。ここで一度、区切りましょう。仕組みの話はここまで。
面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ここからはこの論文がどこから来て隣で誰が何をしているかの話です。この話どこかで聞いた気がするんですよ。記憶を持たせる AI って前にもありませんでした？ありました。タイタンズです。しかも今日の論文の筆頭著者はそのタイタンズを書いた本人です。最後に名前が載っている責任者もずっと変わりません。同じ人が続けてるんだ。2024年12月のタイタンズから今回まで14ヶ月、その間に枠組みを整理した論文、更新の仕方を変えた論文、学習そのものを入れ子として見る論文が挟まっています。一つのテーマをずっと掘り続けてるんですね。しかも今回、そのタイタンズが土台のモデルとして実験に出てきます。一番良い成績の行はタイタンズ2強の仕組みを足したものです。自分の前作を自分で改造してる。前作の弱点がそのまま次の論文のお題になっています。隣というとムーンショットの君です。あちらも決まった大きさの記憶を使って軽くする道を進んでいます。ただ答え方が違います。左が君の積み方、軽い層が3つ続いて4つ目だけ全部を見る層。そうです。3層に1層の割合で過去を丸ごと見る層を残しています。遠くの田んぼにも直接たどり着ける道をその層が引き受ける設計です。保険をかけてるんだ。わかりやすい設計です。対して今日の論文は丸ごと見る層を置きません。区切りごとに記憶を取っておいて中身が近いものだけ濃く聞かせる保証の代わりに選び方で勝負しています。君側の最新の報告書がこれです。総パラメータは 2.8 兆、そのうち1回に使うのが1040億、100万トークンの文脈を扱うモデルで、今名前を挙げた積み方が実際に使われています。もう一般に配布されているモデルに実際に入ってるんですね。ここが大きな違いです。この会社はその前の年に出した別の長文向けの手法についても論文の時点ですでに君の長い文章の処理に投入済みと書いていました。研究をそのまま製品に載せる速さがここの特徴です。今日の論文はその積み方をどう見てるんですか？関連研究のところで名指ししています。ムーンショットのその手法は文章をブロックに割ってアテンションで見るブロックを選ぶ仕組みです。こちらが選ぶのは前もって作り置きしてある記憶の方だから根本的に違うと書いています。前もって作っておくかその場で計算するか、ここが分かれ目です。そして今日見た通りこの論文の著者たちは隣の積み方も自分たちの枠組みの特別な場合として説明できるという立場をとっています。で結局どっちが有望なんですか？ここは今の材料では決められません。決められない理由がこの図です。桁が全然違う。左が君の報告書に書かれたモデルの規模、右が今日の論文が実験した規模です。この差を埋めた時に同じ伸びが出るかどうかはこの論文では確かめられていません。小さいところで聞いた工夫が大きくしても効くかはやってみないとわからないですもんね。なので私が見ている軸は3つです。この差を埋めても伸びるか、遠くの田んぼへ直接たどり着ける道をどう確保するか、そして学習と推論とメモリをそれぞれ並べて比べられるか。研究がこれだけ続いてるのに Google のモデル自体は最近おとなしく見えます。関係あるんですか？画面が公開の履歴です。上位のプロの更新の間が一番空いています。その間に出ているのはフラッシュの方です。次のプロはパートナーとテスト中、そしてジェミニ4に向けて過去最大の事前学習を始めたと公表されています。止まっている理由は言われていない。公表されていません。今日の記憶の研究が製品に入っているかどうかも論文と公開されている資料からは確認できませんでした。じゃあ入っていないとしたらそれはどうしてなんですか？外から言えることを並べました。まず規模です。確かめられているのは13億パラメータまでで、そこから1000倍にしても同じ伸びが出るかはこの論文では分かりません。小さいところで聞いた工夫がそのまま聞くとは限らない。次が多分一番効いています。この手法はもともと記憶を持つ方のモデルを強くするものです。アテンションを中心に組んだモデルに後から足せる部品ではありません。そうか、土台の方がそもそも違うんだ。3つ目は論文の表そのものです。文中から引き出す力ではトランスフォーマーがまだ最上位でした。4つ目、速さで勝てるのは長い文脈の時だけ。5つ目、取り出しは区切りの数だけ計算が増えるので1語あたりのコストの形が変わります。乗り換える理由がまだ揃っていない。そう見えます。ただどれも採用されない理由の証明ではありません。土台を入れ替える変更には普通大掛かりな学習がもう一度いります。だから研究の発表と製品の更新は別の時計で動きます。今日の話がジェミニ
に入るかどうかは公表を待つしかありません。研究が出た日に製品が変わるわけではないんですね。最後に一番厳しい図を出します。文中から答えを引き出す課題の平均です。今日の仕組みは一番下の状態からここまで来ました。トランスフォーマーとほとんど同じところまで来てる。今日の平均ではほとんど差がありません。ただ、3番目を見てください。これは同じ論文が並べたアテンションを挟んだタイタンズの方です。ほぼ同じ点数だ。そうです。ここを飛ばしてトランスフォーマーに肉薄したとだけ言うのは物差しのすり替えになります。同時表にアテンションを挟んだ方がほとんど同じ数字で並んでいます。課題ごとに見ると勝ち負けは割れます。それに、この表が比べているのは精度だけで、速さやメモリまで同じとは言えません。限界をまとめます。計算量は同じ長さで刻む限り分の長さの2乗のままです。定数が小さくなるだけで、次数は変わりません。対数で刻めば軽くなりますが、そちらは長い文章からの検索が落ちました。確かめた規模もまだ限られています。そして速さの逆転が出たのは、先ほどの学習時の測定で、長い文脈の側だけです。今は小さな規模で確かめた研究の提案という段階なんですね。今日の時点では、そうです。ただ、二択に見えていたものが連続だと分かったこと自体は大きい。つまみがあると分かれば、次はどこに合わせるのが得かを探せます。全部覚えるか、要約だけ残すか、その二択だと思ってたのが、実はつまみの両端だった。これ、聞いた後だと当たり前に見えるのがすごいです。当たり前に見えるところまで整理するのが一番難しいところです。論文はアーカイブで全文が公開されていて、図も再利用できる形で出ています。気になった方は最初の1枚だけでも見てみてください。皆さんは全部を見る層を残す考え方と記憶を選んで引き出す考え方、どちらに可能性を感じますか？コメントで教えてください。論文の主張と実際に動いているものを分けて追いかける、みなとミントでした。また次回。